今日はこんなお悩みがある中田さんからメッセージをもらったよ。こんにちは。関西でデザイナーをしている中田です。ずっと小さい頃から絵を描くのが好きで、大学は美大に行きたいと思っていました。でも、金銭面で挫折して、美大受験を諦めました。その後、一般企業に就職したものの、やっぱりデザイナーの夢が諦められなくて、未経験でも雇ってもらえる企業に転職をして、3年間経験を積んで、今はフリーランスでデザイナーをしています。でも、最近デザイナーとしての自分が信じられない時がたくさんあり、悩んでいます。例えば、自分の作った制作物が結局クライアントの言いなりのものにしなければいけなかったりして、自分は何をしているんだろうってふと思ったりします。それでもお金をもらえてますし、今のところ仕事は継続的にある状態です。でもだんだんデザイナーとしての自分が信じられなくなっています。せっかく夢を叶えたのに、そんな風に思ってしまう自分が嫌いだと思ってしまう時もあります。どうしたらいいでしょうか？中田さんは一度挫折したけれど、きちんと夢を叶えたのね。それってすごいことだわ。でも自分を信じることができないっていうのはとっても悲しいわよね。そうね。とっても悲しいことだと思う。自分を信じるってとっても難しそうだけど、どうすればいいのかしら。そもそも自分を信じている人って自信があるわよね。そうね。自信があれば自分を信じることができるのかもしれないわね。自信ってどうやって生まれるのかしら。他の人から褒められると自信が生まれるわよね。特に幼少期とか親から褒められている人って自信を持っているように感じるわ。確かに。でもみんながみんなそんな素敵な親のもとに生まれてくるわけじゃないと思うの。親ガチャとか言われることもあるけど、自分が選べなかった過去のことが自信を持つ要因になってるってなんだか、そうね。素敵な親を持ったことは運が良かったと考えることにして、なんで幼少期のことが自信を持つことに関係しているのかしら。もしかしたら小さな成功体験をしたときに親から褒められることで自信がついていくのかしら。あれ？そう考えると、今からでも活かせることがあるんじゃない？小さな成功体験をして、他人から褒められれば自信がつくのかしら。でも、その方法だと他人から褒められないと自信がつかないわよね。それって他人に自分の自信を持つ要因を任せていることにならない？そうすると自信を持ったり、失ったり不安定な気がするわ。確かにね。じゃあ、他人に褒められるってことが自信を持つことの要因って考えるんじゃなくて、小さな成功体験をすることが自信を持つことの要因って考えるのはどう？それはいいかもしれないわね。小さな成功体験をしたいと考える自分がいて、小さな成功体験をしたら自分が自分を褒めてあげる。それなら少し自信がつく気がするわ。自分が確実に褒められるためには自分が褒めればいいんだもんね。それにもし予期していない他人から褒められるってことが追加されたら、さらに自信がつきそうね。そう考えると、そもそも小さな成功体験をどうやって達成するか考えるとき、他の人のためっていう思考から戦略を考え始めたらいいんじゃないかしら。あくまで他人から褒められるっていうのはオプションなんだけど、ワンチャン狙って他の人のためっていう思考から始めるの。それいいかも。ちょっとあざとい感じがする作戦だけど、ワンチャン他人に褒められるってのも狙っていくとするといいわね。中田さんはクライアントさんの言いなりになっている自分に疑問を感じていたようだけど、継続的に仕事が来ていてお金をもらっていることを考えると、
確実にクライアントさん、つまり他人のためになっていて成功しているってことよね。そうよね。もしかしたらクライアントさんのこうしたいっていう思いを毎回うまく汲み取れていて、形にできているんじゃないかしら。それってすごいことよね。クライアントさんは直接的には中田さんを褒めていないかもしれないけれど、継続的に仕事をくれるっていう行動で中田さんのことを褒めていると思うの。確かに。中田さん、そう考えるとすごいわね。小さな成功体験をしていて、他人からも褒められているってことだもんね。そうね。そしたらきっと中田さんが自信を持つには、自分で自分を褒めてあげるってことが必要なんだわ。そうね。もっともっと自分を褒めてあげれば自信にもなっていくわね。それに、いちみちゃんとガンボちゃんも中田さんをたくさん褒めてあげたい。そうね。中田さん、自信を持って、あなたがやっている仕事、お金をもらえるって、本当にすごいことだわ。ちなみにね、ふと思い出したんだけど、なんか目標を立てるとき、コンパッションゴールっていうのが自信を持つにはいいんだって。コンパッションゴール？それって何？コンパッションゴールっていうのは他人のためになるゴールのことで、いろんな技法があるみたいだから少し教えるわね。まず一つ目は、とりあえず共感すること。相手にいいことがあったら一緒に喜んで、悲しいことがあったら一緒に悲しむの。二つ目は他人のミスに寛容になること。誰かが失敗したとき、そんな時もあるよねって励ますの。三つ目は他の人の人生にポジティブな影響を与えること。例えば友達をランチに誘うだけでもいいし、少し疲れていそうな人にアメちゃんをさっとあげたりする。4つ目は建設的なコメントをすること。例えば何か問題が起こったとしたら、問題の原因はこうでこんな風に困っている。でもこうしたら改善すると思うんだけどどうかなとか論理的に話して提案もするってことね。5つ目は他人に害がある行動は全力で避けること。人は知らず知らずのうちに傷つけちゃう生き物だから、これは結構難しいんだけど、例えば怒りそうになった時に5秒間口をつぐむとか、人の話を遮らないとかね。ふむふむ。5秒間口をつぐむと怒りが消えるって聞いたことがあるわ。6つ目は利己的な行動を抑えること。自分がこう思うから相手もこう思うって考え方じゃなくって、相手はどう思っているんだろうってことから始めたりってことね。7つ目は他人の役に立たない行為をできるだけ避けること。これは他人に害を与えないってことだけじゃなくって、このデザインは相手にとってどんな風に役に立つんだろうって考えたりすることね。なるほど。いろんな技法があるのね。一つ一つは難しいかもしれないけれど、できたらすっごく自分を褒めてあげられそうなことばっかり。それに相手にとって、他人にとってどうかって考えることで、自分にいろんなアイデアが生まれそうよね。そうね。ガンモは個人的にね、アイデアがたくさん頭の中に生まれてるとき、すっごくポジティブになれるの。だから自信を持つことに必ずしもつながらなくても、ポジティブになれる方法としても使える技だと思うわ。ふむふむ。なんだかたくさん考えたら頭が熱くなっちゃったわ。私もいい汗かいたわ。そしてこれからもいちみちゃんとガンモちゃんは中田さんを全力で応援するわ。最後まで見てくれてありがとう。この動画が良かったと思ったら高評価、コメントよろしくね。一味とガンボは毎日頑張るデザイナーさんを応援しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。